どうも、クピオです。先日初めてこの軽キャンピングカーで車中泊に行ってきました。中古で買った軽キャンピングカーを自分でリノベーションしたんですけど、やっぱり見つかるもんですね。改善点いくつかありました。そして本当にありがたいことに、その車中泊動画を見た視聴者様から改善点の案をコメントでたくさんいただきました。皆さんの英知を拝借し、今日はその改善点を DIY し、より使いやすい軽キャンピングカーに仕上げます。前回の車中泊で見つかった改善ポイントなんですけど、まず一つ目はこのクーラーの室外機が設置できなかったことです。このポータブルクーラーラクールはこちら室内機と室外機に分かれていて、このホースでつながっています。で、室外機だけ外に出して使うタイプのポータブルクーラーになっています。普通はこの室外機をその都度ドア開けて出して、でドアを挟んで使用するんですけど、自分はめんどくさがりなんで、もうこのサイクルキャリアにこういったホームセンターで購入したボックスを乗せてこの中に入れて使用するつもりでした。でもこのホース挟んだ状態っていうのがハンドア気味だったんですよね。止まってる時はいいんですけど、やっぱり走行中ハンドアで走るっていうのは嫌な予感しかしないので、外への設置を諦めて移動中は中、停車中は外に出して使用していました。で、視聴者様のアドバイスでこの縁ですね、ゴムの中に鉄があるんですけど、そこを削れば閉まるんではないかと提案していただきました。この配線細い言うてもやっぱり1センチぐらいあるんですよね。で、その分をね、これゴム外すと中鉄が見えてるんで、ここ削ったら確かにいけそうですよね。削って、でまたこのゴムのモールを入れるとその分へこんでくれます。で、調べたらこのミニルーターっていうので削れるみたいなんで、 Amazon で6580円で売ってましたんで買いました。初めてこのミニルーター使うんですけど、ボディ削るのチャレンジしてみます。新車の車だったらなかなかそういったことできないんですけど、この車は中古で格安で買いました。なので気兼ねなくチャレンジできます。そして2つ目の改善ポイントなんですけど、これもクーラーなんですけど、この室内機のドレン水です。これ裏なんですけど、ここにドレン水のホース刺す場所があります。これもともとはこういった線がついていて線がされていました。こんな感じで刺さっていました。で、クーラー使用後はドレン水がこの室内機の下にちょっと溜まりますんで、抜いてから移動します。なのでクーラー使用後はこの線を抜いてホースを刺してこのペットボトルにドレン水入れてたんですけど、視聴者様のコメントでもうホース刺したままにして線をつけてはどうかとアドバイスいただきました。確かにもう線つけといたらもうその線をひねるだけでドレン水を出せればかなり手間は減ります。こちらも Amazon で購入しました。こんな感じで止水ができる弁っていうんですかね、こういったものを購入しておきました。で、こちらをつけてこのひねってドレン水を出したり止めたりできるようにしたいと思います。今回 Amazon で購入した工具や道具などはまた概要欄にリンク貼っておきます。3つ目は窓パネルの雨対策になります。こちらレンジフードの吸気と排気になっています。中にある車中飯するときに使うレンジフード用の吸排気になります。このファンから空気吸って、でここから出して、でここから空気を取り込みます。仮で作ったんですけど、性能的には問題なかったんですが、ここにね、ちょっとやっぱ隙間が空いています。で、これ今、ホームセンターなどで売っているドアの隙間を埋めるスポンジなどで仮で隙間を埋めていました。外から見るとこんな感じですね。ちょっとやっぱ隙間があります。ここに雨が入るとやっぱり中に侵入したり、このスポンジ自体が水を吸ってしまいます。こちらも視聴者様からいいアドバイスいただいたんで、それを元に DIY していきます。この窓パネルを毎回取り外して、でドアに挟むような感じだったらこの隙間なくなるんで、その対策はいらないんですけど、毎回このパネルをはめたり取り外したりするのは手間なので、もうつけっぱなしにしときたいんで、雨対策をしっかり行います。次、レンジフードの騒音です。これ実際にここで焼肉してみてかなり使えることが分かりました。まだこの木むき出しなんで、こういったリメイクシートを貼って仕上げをします。で、その時ですね、騒音結構していたんで、こんな感じですね。結構音します。で、これをですね、視聴者様がこの中の共鳴をなくせば減るんじゃないかとおっしゃっていました。一応ファンと木の間にはゴムのシートとか貼ってるんですけど、この中は空洞なんで断熱材など入れて隙間や空間を埋めてみたいと思います。次、シェードです。全体カーテンあるんでいらないかなと思ってたんですけど、やっぱり熱かなり入ってきます。このラクール使って車内冷やしていたんですけど、どんどんこの辺から熱が入ってきていました。やっぱりカーテンだけでは隙間もできますし空間もできますんで、密着したシェードを作ります。この内装を全体断熱するときに使って余っている遮熱シートありますんで、それを窓にかたどってシェードを作れば、結構暑い日の日中でもこのラクールで車内冷えるんじゃないかなと思います。次、小上がりなんですけど、こちら靴脱いで、ここは
靴下や裸足で上がるところなんですけど、これを作ったので、ベッドマットがはまらなくなりました。こういった足のあるベッドマットですね。寝るときにここに置くんですけど、これ上がった分、ちょっとぐらついてはまらなくなりました。これはもうほんと簡単なんですけど、その上がった分だけカットしておきます。次、ゴミ問題なんですけど、ゴミ箱はこの冷蔵庫の下に作りました。こんな感じでスライドして開きます。で、今、段ボールで適当に作ったゴミ箱が2つあります。で、ここはかなり容量があるので、本当に狭い軽自動車では、このゴミ箱スペースは作ってよかったです。ただですね、ちょっと今荷物残したんですけど、ここに何か置いてるともうここ開きません。なので、ゴミ箱が使えなくなります。また、料理中などはたくさんゴミが出るので、もうこれ開けたままで、こんな感じでこう料理してゴミとか入れていくんですけど、その時はいいんですけど、なんかくつろいでる時やふとした時にティッシュなど捨てる時に毎回開けて捨てて閉めてっていうこの3アクションがもっと簡単にできないかなと思っています。で、この入り口のここですね、ちょっとスペースがあります。手のひら2、3個分ぐらいですかね。ここにゴミ箱を作って何か取ってつけて引いてパッて捨てれるようにしたいと思います。よく考えたらこっち側も引いて捨てて押してなんて3アクションですね。でもこっち側ちょっと遠いのと物を置けないんで、細かいゴミ、ティッシュなどはこちらでポイって捨てれるようにしたいと思います。以上の改善ポイントをできるところまでやってみます。今回の DIY で不安点というか問題点はこのミニルーターでボディ削るの初めてなんでうまくできるものなのか、そしてうまく削れたとしてこのホースですよね、配管が通ってロックドアかかるかどうか、削ったはいいもの前と一緒でオートロックかからずに中の照明ついたままだと最悪です。うまくいってくれたらいいんですけど、では最初にまずこの室外機の設置からやっていきます。もともとはこのサイクルキャリアの上にホームセンターで購入したこの屋外に置く収納ボックスを乗せて、その中にラクールの室外機を入れていました。こんな感じで乗せて固定していました。そしてこの収納ボックスに穴開けて、こっちとこっちですね、室外機の排気、室外機の吸気をしていましたが、やはりですね、この穴が小さいみたいで室外機がなんとなく苦しそうな音していました。なのでもうこの室外機はこの箱には入れずに、もう直接ここに板を置いて室外機に乗せて、室外機のカバーをかぶせておきたいと思います。室外機を直接乗せるならこんなに広くなくていいんですよね。で、こちらはサイクルキャリアのオプションで大きめの収納ボックスが乗る台でした。一旦こちらを取り外して元からあった純正のサイクルキャリア、こちらにします。ちょっと短くなります。はい、付け替え完了しました。最初に付いていたこの台がこんな感じなんで、結構短くなりました。で、この上に板を置いて固定して、でこの上にラクールの室外機を置きます。問題はこの配管をどこ通すかなんですけど、一応長さ的にはこの下でも横でも、この反対の横でも通して、リアのサイクルキャリアまでは届く長さがあります。この下から通すよりもこの幅ですね、これがこの横の方が短いんで、ホースもあまり曲げなくていいので、横からが一番良さそうなんですけど、走行時も配管を通したままになりますんで、車体よりも横にはみ出るのは NG になります。なのでこの下を通したいと思います。このベッドとドアの隙間少しありましたんで、もうここを通していきます。で、このウェザーストリップ、ゴムと外すとこんな感じで鉄がありました。で、ここを削っていきます。この床も剥がしてみると、両面テープで床のビニールカバーが貼り付けられています。床は12ミリぐらいのこの厚さの板が3段積み重ねられています。その板の下にこのボディの鉄があります。ここをミニルーターで削っていきます。で、この上の木も削った方がいいですね。こう通しますんで。通す場所がこんな感じで通してから、こう、ドア閉まりますんで L 字になります。この辺がちょっと大丈夫か不安なんですけど、もう一回やって試してみるしかないですね。で、この辺削るときに、この表面のビニールの素材と、あと中の木とか鉄とかあるんですけど、もう一回分解して削っていくんじゃなくて、もう上から削っていきます。ホースの幅プラス1センチぐらい削っておきます。それではミニルーターで削っていきます。で、延長できるものがありましたんで、これつけていきます。結構狭いんで、
これで削っていきます。それでは削っていくんですけど、いろいろ問うかもしれないんで、このゴーグルとマスクしておきます。はい、それでは削っていきます。はい、プラスチックと木のところは結構簡単に削れました。ミニルーターいいですね。こういった細かいところ削りづらいときはすごい重宝しそうです。では引き続き削っていきます。はい、木の部分はだいたい削れました。次、このいよいよボディの鉄の部分ですね。削っていきます。はい、少し削ってみたんですけど、しっかり削れています。では、このままガンガン削っていきます。はい、削れました。鉄も問題なく削れました。少しずつなんですけど、何回も往復して削れました。横幅は約7センチ。奥の方はだいたい1センチいかないぐらい削りました。それでは、レーザーストリップ戻して、閉まるか試してみます。さあ、これ閉まってくれたらいいんですけど。はい、ロックがかかりました。あ、ダメですね。リモコンのロックはかかりません。前と同じ状態です。さらに削って調整してみます。あ、いけた。よかった。結局、さらに削って、このウェザーストリップカットして、そして強めに締めたらリモコンのロックかかりました。やっぱりここ通すとですね、このホースが90度に曲げないとダメなんで、それでこの結構反発する感じがあったんで、閉まらなかった感じです。なので、できるだけ削って90度を和らぐ感じにしました。この辺結構むき出しなんで、ヤスリ掛けして、薄いゴムシート当てて、エアコンのホースを保護します。錆止めで同じ色に塗装しておきます。では乾かしている間にこの室外機の下土台になる板をカットしておきます。はい、ラクールの下に置く板をカットしました。ドレン水がスムーズに流れるように穴開けておきます。この板の固定方法なんですけど、これ本来は自転車のタイヤをはめてここでロックするんですけど、ここにですね、この角材木を入れて、でこれでちょうどバンドで止まります。でこれで固定しようと思います。でこことここ両方2本固定して、でこの木上から当ててビスを打ちます。これで固定すれば、バンドを外せば全てが取り外せる状態になります。はい、結構安定してますね。ビス打てばしっかり止まりそうです。で、こっちがスペース空きましたんで、もう一個板乗せて、で、この小さいボックス余ってますんで、ここに乗せて、こっち側はゴミ箱で使用します。で、この板、こちら側は防水されてるんですけど、こっち側は普通の木で水が染み込みますんで、この100円ショップで購入した油性のラッカースプレー、こちらで塗装しておきます。はい、ちょっと乾かしておきます。その間に、このボディ削った部分ですね。ここの塗装、もう乾きました。外していきます。ここにこの配管通しますんで、気づかないように、この1ミリのゴム貼っておきます。
はい、ウェザースリップも戻しました。で、このカットした部分なんですけど、一応持っといてですね、で冬場クーラー使えませんので、もうクーラー使わなくなったらこれ取って、ここはめておきます。はい、これで配管は終了になります。ここに合わせてドアを閉めるだけです。夏場はラクール設置しますんで、もうリアのドアは開かないと思います。というか結構重くなりますんで、あまり開けるのは実用的じゃないと思います。なので、後ろからやる作業だけ終わらせておきます。ラクールの室内機のドレーン水ですね。ここの線抜いて、そして付属のホースを挿しておきます。あとはこの開閉の線ですね。こちら取り付けてドレーン水を出すだけなんですけど、この開閉の線がですね、意外とこのホースが細くてどれも合いませんでした。でも Amazon で発注しますんで、今日届く予定です。また到着次第こちらは設置します。はい、大丈夫ですね。閉まります。はい、じゃあしばらく放置して塗装も乾きましたんで取り付けていきます。途中この茶色なくなっちゃったんで黒に変えました。黒にして正解ですね。なんか締まって見えます。で、この端を縛ったんですけど、少し空間がありましたんで、この 3mm のゴムを重ねてグラグラしないようにしました。室外機の固定はこういったベルトで行います。ここに1本、2本、そして横にも1本行います。で、この板をビスで留める前に下通しておきます。で、こうすることにより、このベルトがずれなくなると思います。で、ここにちょっと削っておきました。これで横のズレもなくなると思います。はい、衝撃を和らげるために 3mm のゴムマット引いておきました。はい、下のドレーン水の穴もちょうど見えてますね。大丈夫です。はい、こんな感じで横にずれにくくなるようにこういったバンドで留めました。これでがっつり固定されました。この室外機は完全防水なんですけど、一応カバーかけときます。普通の家庭用クーラーの室外機カバーなんですけど、こんな感じのやつですね。こちらをかけていきます。はい、こんな感じで家庭用なんでもう全然サイズが合いません。なのでこんな感じで折り曲げていって、でホッチキスで留めてちょっとコンパクトにしていってぴったり密着するようにしておきます。はい、とりあえず仮でできました。ちょっと手作り感満載なんですけど、一度これで試してみます。このカバーが飛んでいかないように、下、横側とこう縦側ですね。で、今度こちらはサイクルキャリアにも固定します。で、ちょうどですね、これマジックテープで前が開くようになっていました。こんな感じで、これ空気を取り込みます。で、メッシュ網戸だったんですけども、効率よくなるように切りました。で、これサイドは熱風の吹き出し口なんですけど、ここも開くようにしました。マジックテープで開けたり閉めたりできます。で、これサイクルキャリアに元からついていた自転車を上から押さえるやつです。で、一旦これでこんな感じで押さえていきます。これで風でカバーが閉まることはないと思います。ここ上になんか断熱シートとか敷いたらさらに冷房の効率が上がりそうな気がします。で、これで雨はほとんど入らないと思うんですけど、ただちょっとやっぱ隙間とかありますんで、普段乗らない時とかはこんな感じでもう一枚カバーかけておきます。これでもう雨はシャットアウトできると思います。なので車中泊スポットついたらもうこれをピロッとめくるだけでクーラーが使用できます。本当はもう何もしなくてクーラー使えたら一番いいんですけど、このぐらいの手間でしたら問題ないかなと思います。かなり理想に近くなりました。一回動作確認しておきます。はい、2、3分経ってクーラーのコンプレッサーが回り出しました。消費電力は
250W です。しっかり冷たい風が出ています。ここからもあったかい空気が出ています。問題なく使用できました。良かったです。いや、一安心です。走行中はこれ蓋閉めて、この上から押さえてここロックしておきます。これで万が一ベルトが緩んでいても上に飛び跳ねることはないと思います。今回の海流の DIY 全てが終わってから一度走行テスト入念にしておきます。あとはこっち側のゴミ箱の固定もやっていきます。このゴミ箱の固定方法なんですけど、もう直接ここに4つビス打って下のキーに留めます。はい、4点でビス止めしたんで、もうかなり強いです。取れることはないと思います。もうこのままでも大丈夫なんですけど、一応ベルト1個だけやっておきます。はい、これでリアのサイクルキャリア周り、クーラーの静外機とゴミ箱の設置完了しました。ラクールの配管、この線なんですけど、そんなに余らなかったんで、なんか変に垂れたりとかしてません。で、一応ここ結束バンドで暴れないように留めてます。で、この結束バンドは取り外し可能な結束バンドにしました。なのですぐこんな感じで取れます。なかなかいい感じですね。キャンピングカーっぽくなってきました。このゴミ箱用のボックスは軽自動車でもたまにつけてる方見ますが、このクーラーの静外機軽自動車でつけてる人はなかなかいないと思います。面白い軽キャンピングカーになってきました。Amazon で注文していた止水性届きましたんで、早速取り付けます。このレバーで開けたり止まったりします。これが今開いている状態ですね。向こう側見えます。これで水が流れます。そしてレバーを回すと閉じます。これで水が止まります。走行中にドレン水が漏れてもいけるように、こんな感じでホースの先をペットボトルに刺して、でここに前は入れていました。で、これ途中でこの辺に線つけて、使い終わった後にドレン水溜まっていたら自分でこの線を開けて流せるようにします。はい、室内のドレーン排水システムが完成しました。このラクール室内機のドレーン出口からホースが来て、ここの線ですね。で、今閉じています。このレバーをこっち側に向けると水が通ります。で、その先はこんな感じで今フックで止めています。でもここからお水出るんですけど、もうこのままペットボトルに入れるか、もしくはこのホースに刺してつないで、もうこんな感じで後ろに置いとくかですね。なので普段はもう閉めて、これで走行する感じになります。この室内機のドレーン水はある一定まで溜まると中のポンプが作動して、このホースダクトを通って静外機に行って外に排出されます。で、その一定になるまでですね、少し溜まった状態でポンプが作動する前に電源を切った時など室内機にまだドレーン水が残っている状態になります。この時に今作った室内機のドレーン水処理を行います。次は窓パネルを改善して仕上げます。こういったマグネットの蓋とかも今仮で取り付けています。しっかり取れないように貼り付けます。一番は防水対策ですね。ここキーなんで雨濡れたら染み込みます。で、この間のところも改善して雨が入らないようにします。窓パネルの外側はホームセンターで購入したポリカーボネートを使います。こちらは両面強力な耐光性なんで雨も大丈夫です。そして UV カットも入っています。中は空気層ありますんで断熱も効果あると思います。結構硬いんでプラダンよりかは全然耐久性があります。ただちょっとカットが大変そうですね。中側なんですけど、このベニヤ2枚重ねていました。で、この木の筋が縦なんで結構ちょっと柔らかかってしなったりするんで、横側にカットしようかなと思ったんですけど、どっちみちも外側は先ほどのポリカーボネートを使えますんで、強度も上がると思います。で、この扉少し湾曲してますんで、それに沿うように密着させて設置します。で、こっち側の角とかと合うようにリメイクシートを貼って色も合わせます。今現在この窓パネルの設置方法なんですけど、両面テープではなくて、このマグネットで設置しています。一度外してみます。こんな感じで中にネジを打てるマグネットを貼って
で、ここに上からベニヤ板で押さえている状態でした。反対側も同じような感じです。なので、このまま簡単に取れます。で、これで何回も強めにドア開け閉めしたんですけど、全くずれなかったんで大丈夫だと思います。はい、窓パネル完成しました。少しだけ芝があるんですけど、問題ないレベルだと思います。で、後ろはガラリつけました。で、こちらがポリカーボネートです。これで防水効果はバッチリだと思います。そしてこちら側ガラリ追加しました。前はこっちだけだったんですけど、こっち側は吸気になります。で、こっち側は排気になります。料理の匂いや煙など排出口になります。これを取り付けたんですけど、ここだけカットしました。で、こんな感じでついてます。で、こう空気出るときにですね、あんまり防ぎたくなかったのと、こちら側に空気が出て、で、また吸い込まないようにしました。で、こう出て半分だけこっち側に行くようにしました。なんで、空気こう出た煙とかも、こんな感じで横に行くと思います。なので、こっち側吸気して、こっち側排気という感じで、ぐるぐる回るのを防いでます。で、これではめてみます。で、ここには、まずマグネットを挿入します。はい。あとはこの窓のところにはめて、ちょうど鉄のところですね。ここのボディのところとマグネットが強力にくっつきます。で、その上からこのネジを当てて止めて押さえ込みます。はい。これで窓パネルが窓に強力に押し付けられています。このサイドのマグネット6点ですね。これで窓パネルがドアにくっつく力が働いています。これで密着しています。で、指でですね、この大きい強力なマグネット、ここも下につけています。これは下に万が一下がる力が働いた時に、このマグネットがありますんで、下に下がることはありません。こんな感じで、かなり強くドアを閉めても、全然もうビクともしません。大丈夫だと思います。はい、他の家具と同じ色にしたんで一体感が増しました。外側も黒なんであんまり目立たないと思います。ただちょっとポリカーボネートがですね、光ってますんで結構反射はします。防水性能はバッチリです。で、あとはこの隙間ですね。問題のここを今からゴムとか隙間テープで埋めます。はい、隙間を計測すると前の方は約20ミリ。で、この辺ぐらいから広がってきて23ミリ。この辺も23ミリですね。
パネルの前側は約 20mm、後ろ側は約 23mm の隙間を埋めないといけません。で、前使ってたのがこんな感じで、スポンジとこういった毛の隙間を埋めるタイプですね。こちらを貼り付けていました。で、コメントで視聴者様からアドバイスいただきました。ゴムベロを出せばもう入らないんじゃないですかということでした。こういったものを買ってみました。洗濯パンですね。それの隙間を埋めるタイプのゴムベロっていうんですかね。こういった柔らかいゴムです。中開けるとこういった感じになっていて、かなり柔らかいんで、この窓のウィーンって上がったり下がったりしても柔軟に対応できると思います。イメージではこんな感じで両面テープでこの窓パネルと貼り付けて、こんな感じでもうちょっと出しちゃいます。そうすると雨はもう絶対入らないですよね。一度試してみて問題なければ、これ白なんで結構目立ちます。なので黒の塗料を塗りたいと思います。ゴム用の塗料もあるようです。で、これ貼り付けてもまだ少し下にスペースありますんで、前のやつもつけて二重で雨を予防しておきます。はい。じゃあこれで一旦閉まるかやってみます。あ、ダメですね。引っ張られてめくれてます。仮止めだったんで、両面テープは少ないんですが、上に上がるときに引っ張られて剥がれちゃいました。はい、窓下げました。本来だったらこんな感じで使いたいんですけど、やっぱり閉めるときにこのゴムとガラスの摩擦の抵抗が強いみたいで引っ張られます。ちょっとね、出てるとこありますんで、軽く切っておきます。こんだけ出てる分だけカットしておきます。はい、何回か開けたり閉めたりしたんですけど、今んとこ取れてないです。実際に使うときはこのぐらいの位置になります。なんかちょっと微妙ですね。隙間も空きますんで、これだったらもう普通にもう一個こちらを二重にした方がいいかもしれません。いやー、どうしましょう。困りました。っていうかね、これ別にこのぐらいまで上げても良さそうな気がします。はい、今これ隠れるぐらいまで上げました。こんな感じで少し隙間が空いています。もう雨の日やったらこれでいいですよね。こんだけ隙間空いてますんで、風量弱で使用すれば問題なく換気できそうです。これで晴れの日、雨の日、窓の位置分かるようにしておきました。はい、これで窓パネルの雨対策は終了です。結果的にこの表面だけ防水のポリカーボネートを装着するだけになりましたが、シンプルで壊れにくいと思いますので、これでいきます。そしてここの隙間を埋めるスポンジなどは、こんなやつですね。結局1本からさらに2本足して3重にしました。これで虫も入ってこないと思いますし、窓の隙間からの空気の漏れもないと思います。次はこのレンジフードの換気扇ですね。こちらを改善します。まずはこのリメイクシートを貼ってきれいにします。家具と一体化持たします。換気扇の風量中大とすると結構音量しましたんで、そちらも改善します。もうすでにやってる対策としては、このファンとですね、この木の箱の間、ゴム板かましています。で、ファン自体をビス止めしているこの4箇所のビスのワッシャーなんですけど、こちらを振動が伝わりにくいワッシャーに変更しています。視聴者様のコメントであったこの中の共鳴を減らします。中に断熱材入れます。こちら余っている断熱材のパーフェクトバリアです。こちらを詰めてみます。まずは今の状態の騒音のデシベルを調べます。とりあえずマックスします。風量マックスで70デシベルです。結構うるさいですね。次、中でも調べておきます。風量中で65デシベルでした。ぎゅうぎゅうまでじゃないんですけど、空間を埋める程度にこの断熱材入れました。それでは戻して検証してみます。はい、じゃあ風量大で検証します。風量大の方は70デシベルと変わりませんでした。じゃあ中にしてみます。風量中も約65デシベルと変わりませんでした。空洞がどうのこうのというか、もうこのファン自体がうるさい感じでした。これ DC12V で結構強力なファンなんで、もうちょっとボルトを落とすか、大きい羽のついてるファンで風量を落とせば静かになりそうです。とりあえずもうちょっとこちらで使っていきます。それではパパッとリメイクシート貼っていきます。
はい、着きました。かなり馴染んでますね。よく見ると入ってないところとかあったんですけど、もうこれはこれでよしとします。じゃあ電源も入りました。ファンも動きます。はい、次は小上がりの改善ですね。まずは延長マットの足、カットします。これはもうすぐ終わると思います。で、この下にゴミ箱みたいな収納を作ります。軽く箱みたいなの作って、滑るシートみたいなのを箱の底につけて引き出せるようにします。はい、小上がり横の収納が完成しました。こんな感じですね。ちょっと思ったより小さくてゴミ箱にしようかなと思ったんですけど、難しいかもしれないですね。ちょっとこちらはまた実際に使いながら使い道考えていきます。この底に貼ってるのが家具が滑るシートです。これ貼るだけですごい滑らかにスライドします。こういった軽いもんでしたらもうスライドレール入れないですね。それでは最後、シェードをもうパパッと作ります。シェードは内装断熱の時に使って余っているこのメタルシートを使っていきます。表面がアルミシート、そして中が断熱材。そして最後にまたアルミシートと、シェードとしては申し分ない機能です。今までカーテンだけだったんでかなり違いあると思います。はい。一つ完成しました。ちょっと大きめに作ってますんで、ぴったりはまって取れません。また時間ある時にリメイクシートなど貼りたいと思います。じゃあ残りも作っていきます。はい。ぴったりすぎると取りにくいんで、このリメイクシートの余りで紐を作っておきました。これで取り外しも簡単です。このメタルシートの断熱によってポータブルクーラー、ラクールがより冷えるんじゃないかなと思います。どのぐらい効果あるのか楽しみです。改良型完成しました。皆様のコメントのおかげで理想の軽キャンピングカーに近づきました。本当にありがとうございました。とても気に入っています。特にクーラーは本当に嬉しいです。用意の手間必要なく家庭用クーラーのように使用できます。この室外機実現できてよかったです。ボディ削るのかなり不安だったんですけど、うまくいってよかったです。ミニルーターって便利ですね。この車で早く旅に行きたいです。普通この時期涼しいとこ行きますが、逆に暑いとこ行けますね。もう今から準備して改良型で長期車中泊旅行ってきます。軽自動車では超大容量の 600Ah のリチウムバッテリーでクーラーガンガン使ってきます。バッテリーの充電は 440W のソーラーパネルと走行充電器です。真夏、外部電源なしで何日旅できるんでしょうか。旅の様子は次回公開できると思います。それではご視聴ありがとうございました。